皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日紹介するのは、リチャード・ボヤツス氏らが執筆した成長を支援するということ、深いつながりを築き、ありたい姿から変化を生むコーチングの原則です。人はありたい姿に向かって成長し続けるために、どう支援すればよいのでしょうか。本書は、その効果的な方法を解き明かし、理論とそれに基づく実践的なコーチング手法について書かれた本です。本書は主な著者であるリチャード・ボヤツス氏が研究を重ねてきた意図的変革理論 ICT に基づくコーチングを提案しています。本書は ICT コーチングがどのように役立つかを紹介し、ICT コーチングがどのようにして人々の情熱や夢を呼び覚まし、彼らの新たな成長や変化の支援となるかが具体的に示されています。あなたも本書を参考にコーチングで成果を上げてください。まずはじめに、本書を読んだ管理人の感想です。コーチングという言葉自体は認知されていますが、意図的かはともかく、結果的にティーチングとの違いがわからないものもあります。本書は、本来のコーチングに立ち返ってもらう役割もあるのだと受け止めました。ICT コーチングの具体的な方法が紹介されていますが、一方で、原則が述べられており、難関な部分もあります。本書中でも述べられていますが、辞書的な使い方が望ましいと感じました。それでは中身を紹介していきます。最後までお付き合いください。良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。誰かを本当に助けるとは何なのでしょうか。最良の方法はその相手が理想の自分、理想の未来像、夢に近づけるよう手を貸すことです。手を貸すための3つの前提条件があります。長期的な夢やビジョンがあるとき、人はそのビジョンからエネルギーを引き出し、困難があっても変化のための努力を続けることができます。そういう状況を作り出せる支援を思いやりのコーチングと呼びます。本書では、思いやりコーチングのためのより効果的な方法を示しています。なぜ、思いやりコーチングがうまくいくのかというと、外から押し付けられたものではなく、自分の意思によるものであること、自分の内側にモチベーションがある、つまり、パーソナルビジョンに基づいているからです。コーチングのプロセスそのものがその場限りの断片的なものでなく、もっと総合的な相手の人生全体を包むようなものです。本書は、人々がお互いに相手の話を共感を持って聞くスキルを伸ばす助けとなる術を提供しています。2章では、インスピレーションを与える対話として、コーチングや人と人とが助け合う方法についての定義と実践方法を紹介しています。思いやりのコーチングの目指すところは、コーチする人とされる人の間に共鳴する関係を築くことで、コーチングプロセスについての明確な合意があることに注目しています。コーチングの本質とは、他者の変化、学び、成長を手助けすることです。その人の人生において何が可能か、何が望ましいかを解き明かすのを助け、どうしたらそれを達成できるかを考えることです。真に有能なコーチや支援者は相手と共鳴する関係を築き、その関係を保持します。こうした人間関係には、全体的にポジティブな感情をベースとし、コーチする人とされる人との間に本物のつながりができる、という特徴があります。また、共鳴する関係の特徴は、マインドフル、自己認識が高く、自身の感情をコントロールできる状態である、希望を喚起する、思いやりを示す、の少なくとも3つの特徴があります。3章では、思いやりのコーチングとして、誘導型のコーチングと比較しながら、思いやりのコーチングのやり方をより深く探っていきます。誘導型のコーチングと思いやりのコーチングの違いを詳しく見ていきます。また、思いやりのコーチングを中心に据えた5つのステップを紹介しています。重要なのは、強い願望が義務感を上回ることです。4章では、変化への渇望を呼び起こすとして、新しい脳科学の研究から分かったことを紹介しています。正しい問いかけをするにはどうしたらいいか、最大限の成長のための PEA をどう呼び起こしたらいいのかを述べています。
さらに支援者と対象者の両方が成長や変化を受け入れられる状態になれるようなポジティブな感情の活用方法を紹介しています。ポジティブな感情を呼び起こすには、思いやりを示す、感情を伝染させる、マインドフルネス、遊び心を、自然の中を歩くなどが必要と述べています。双方が安心でき、可能性に対してオープンでいられる状態が必要です。5章では、生存と繁栄として、PEA と NEA を科学的な側面から探り、NEA を残しておく必要はあるものの、人を成功に導くのは PEA であることを説明しています。PEA と NEA の影響力の間を行ったり来たりしますが、コーチはその方法を学ぶ手助けをする必要があることを述べています。共感ネットワークと問題解決ネットワークのどちらが活性化するかは状況によること、その状況が問題解決的思考を必要とするか、共感的思考や感情を必要とするかによって変わるため、両者のバランスを取ることが重要と述べています。コーチが理解しておくべき重要事項は、2つのネットワークがほとんど重ならず、対立する点です。コーチングのプロセスの早い段階で共感ネットワークを活性化させる必要があります。6章では、パーソナルビジョンとして、パーソナルビジョンについて掘り下げています。対象者がパーソナルビジョンを明確にするための支援とは、長く温めてきた夢を思い出させ、夢が飛び立てるように、そして実現するように、プラットフォームを整備することと述べています。パーソナルビジョンとは理想の自分や理想の将来を表現したものです。パーソナルビジョンを発掘し、抽出するプロセスは、強力でポジティブなエネルギーを解き放ち、多くのメリットをもたらします。パーソナルビジョンを表現しようとする人を手助けする一番いい方法は、夢を見るように促すことだと、著者は言います。7章では、共鳴する関係を生むとして、共鳴する関係を築き、学びと変化を引き起こすために、相手の答えを聞きながら適切に問いかけるにはどうしたらよいかに焦点を合わせます。支援する側とされる側の人間関係は、あらゆる変化のプロセスの核となるものです。共鳴する関係を作るには、意思と準備、実践が必要となります。質の高いつながりは、支援する側とされる側の双方に活力をもたらし、長く続く共鳴する関係を育てるための基礎となります。質の高いつながりを築くためには、マインドセットが必要となり、マインドセットを整えるための土台が必要です。相手の波長に合わせることも必要です。つまり、エンパシー、共感力です。コツは、8対2の割合、ウェイトの2つです。8章では、コーチングや助け合いの文化を築くとして、組織内にコーチングの文化を育てるために規範をどう変えたらいいかを探っています。職場にコーチングを持ち込み、効果的なコーチングの文化を作り出すには、広範なマネジメントのスキルと優れた判断力が必要になります。効果的なアプローチ方法としては、ピアコーチング、マネージャーを育ててコーチにする、などがあります。ただし、マネージャーをコーチにするには、コーチングの重要性の周知や、コーチングに必要な視点とスキルの両方を身につけられる研修が必要になります。9章では、コーチングに適した瞬間を感じ取るとして、コーチングに適した瞬間、人が支援を受け入れられる状態になっている瞬間の活用法を解説しています。コーチングに適した瞬間を見極めるコツは、今後を左右する危機的状況や学びの機会を観察する。相手がオープンになり、内省や学びの準備ができているときに、その機会を正しくキャッチする。コーチングに適した瞬間は人生やキャリアの転換点となっていることが多いです。ただし、コーチングを受けるための準備ができている必要があります。また、コーチングが難しいケースについても解説しています。10章では、思いやりの呼びかけとして、支援してくれた人が今の自分の一部になっていることを再確認してもらいたいと述べています。他者を気遣い、支援するために、一番身近で強力な方法は思いやりのコーチングであると、著者は主張しています。思いやりのコーチングの基本は、相手の話に積極的に、深く耳を傾けることです。ただし、コーチ自身も毎日再生の活動をすることの重要性も主張しています。本書で強調したい一番のテーマは、パーソナルビジョンを用いてポジティブな感情を呼び起こすことです。最後にまとめです。コーチングの本質は、他者の変化、学び、成長を手助けすること。思いやりのコーチングが人の持続的な成長に寄与する5つのステップで、思いやりコーチングを実践する
コーチングに適した瞬間を感じ取る。職場にコーチングを持ち込み、広範なマネジメントのスキルと優れた判断力が必要。共鳴する関係を作るには、意思と準備、実践が必要。パーソナルビジョンを用いてポジティブな感情を呼び起こす。あなたも本書を参考に、思いやりコーチングを実践してみてください。この本が気になった方は、購入して本を読んでみてください。概要欄にリンクをつけておきました。このチャンネルでは、知識や雑学、スキルアップにつながる情報を提供しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。